ゲームエンジンの値上げというのはユーザーの皆様にも結構影響がある話かなと。何が起こったかというと、まずゲーム開発会社からの反発が起きました。一度失いかけた信頼というのはなかなか戻ってこないというのが現状。はい、皆さんこんにちは。スクールの加藤です。よろしくお願いします。今日はですね、Unity のニュースについて少しお話をしたいと思います。Unity というのは、ゲームのエンジンですね。たくさんのゲームがこの Unity を使って作られていまして、例えばですね、有名なところだとポケモン GO とか原神、アマンガスとかもそうですね。世界中のゲームの半分以上がおそらく Unity で作られているんじゃないかなと思います。その Unity なんですが、先月9月の12日に突然ゲームエンジンの利用料の値上げを発表しました。今回 Unity が大きなニュースになったのにはいくつか原因がありまして、一つはですね、ただの値上げじゃなくて、1ダウンロード数あたりに料金を課すというものでした。具体的には Unity で作ったゲームが1つダウンロードされるたびに 0.2 ドルを Unity に支払ってくださいねというものでした。これが非常に高すぎるんではないか、あるいはどうやってカウントするんだというようなところで大きくニュースになったわけですね。じゃあこれを受けてどうするかというのを国内外のいろいろなゲーム関係者に聞いてきましたので、まとめて皆様にお伝えをしたいと思っています。そもそも Unity がなぜこんなことを始めたか。Unity はゲームのエンジンの他にも、ゲームの広告のシステムというものを持っていまして、収益の多くはそのゲームの広告から上げているものなんですね。したがって、Unity 的にはゲームの中に出てくる広告は売り上げがあるけれども、ゲームのエンジンの売り上げは非常に少ないという事業形態でした。そのため広告がうまくいかないと儲からないわけなんですね。そういう中で、ゲームのエンジンの収益性をもう少し上げられないかと考えるのは、企業としては当然のことだと思うんですけれども、ちょっとやり方が強引すぎたかなというのが今回のニュースでございます。ではこの Unity のニュースを受けて何が起こったかというと、まずゲーム開発会社からの反発が起きました。日本においてはカヤックさんですとか芸者東京さんですとか、そういうところが連名で反対声明を出すという事態に発展しました。海外においてもカルト・オブ・ラムですとかアマンガースのような有名なゲームを作っている開発会社がUnity をやめる、あるいはやめるかもしれないというような声明を出しました。これはですね、Unity が1ダウンロードあたりに20セントも我々に払わせるのであれば、我々は違うゲームエンジンを使ってゲームのビジネスを継続しますという態度の表明だったわけですね。一番大事なポイントは、なぜここまでゲーム業界が Unity の今回の料金体系の変更に反発をしているかということなんですけれども、まず一つはめちゃくちゃ高いというのがあります。1ダウンロードあたり 0.2 ドルというのは、現在の為替価格だとだいたい30円ぐらいですね。30円と聞くとそんなに高くないんじゃないかと思うかもしれませんが、私の知り合いのあるスマートフォンゲームの開発会社さんに聞いたところですね、その会社はスマートフォンのゲームで、無料のゲームですから、たくさんユーザーを集める必要があるわけですね。だいたいゲームを出すと1日に1万ダウンロードぐらいはされないと商売にならないと。1万ダウンロードということは半年で180万ダウンロードされるわけです。で、180万ダウンロードされるということは、これに 0.2 ドルをかけますと36万ドルになりますよね。で、36万ドルというのは今の日本円にしますと5370万円ぐらいですかね。5400万円ぐらい。半年で5400万円かかると。こんなに高いツールは聞いたことがないというのがその人の言い分でして、私ももっともだと思います。ソフトを使う権利で半年で5000万払ってくれっていうのはなかなかですよね。もう一つはですね、これは非常に重要なポイントだと思うんですけれども、Unity は今回の件でユーザーコミュニティを軽視しましたねということで怒っている方が多いです。これはどういうことかというと、Unity というのは非常にユーザーコミュニティが優秀なんですね。例えばアセットストアというのがありまして、ゲームで使う部品やプログラムの一部を無料でダウンロードできたり、あるいは有料で購入できたり、Unity のユーザーが協力していろんなアセットを出品し合って成り立っています。また Unity のコミュニティですね、コミュニティスペースでいろんな質問をしたり、それに答えてくれるユーザーがいたりする場所なんですけれども、これもユーザーによって成り立っています。そういっ
ったベースがあって Unity というものは大きなシェアを獲得できたはずなのに、そのユーザーに対して1ダウンロードあたり 0.2 ドル払ってくださいねというのを突然言ってきたというのは、我々を軽視しましたねということになるわけですよね。それからですね、あなたが作るスマートフォンゲームに Unity の広告を入れていただけるんだったら負担をちょっと軽減しますよという話もあったようなんですが、それに対してもやはり不信感を持っています。要するにそれ以上の利益を広告から得るということになりますよね。であれば最初からその広告を使ってもらえばよくて、料金形態を変える必要はないはずではないかというのが話を受けた方の言い分です。で、その後どうなったかと言いますと、こういった話がたくさんありまして、Unity もいろいろ社内で検討を重ねた結果、この1ダウンロードあたり 0.2 ドルを払ってくださいという方針は撤回をされております。ここも細かい話はちょっと割愛しますけれども、売上の 2.5% Unity に払ってくださいねということになりまして、前よりはかなりマシなルールになりました。で、これで話が終わったのかなという感じなんですけれども、ただ一度失いかけた信頼というのはなかなか戻ってこないというのが現状でして、私の周りでは今 Unity 以外のゲームエンジンの技術を習得しようとしているゲーム開発事業者さんがかなり多いです。私個人的には Unity は非常にお世話になってきましたし、Unity のやってきたこととかはかなり応援をしていましたので、なんとか持ち直してほしいなと思いますけれども、現状を見ると Unity が9月12日前の信頼を取り戻すには相当時間がかかるでしょうし、体制の変更が必要ではないかと皆さん思ってるわけですね。たとえ撤回したとしてもそういうことを言い出した会社ですねということを皆さん今まだ覚えている状態です。じゃあこれを見ていただいているゲームのファンの皆様にはどんな影響があるのかというところなんですけれども、一つは新作の次のリリースが遅くなるということが考えられます。もう一つは単純にゲームの価格の値上げですね。ゲームエンジンが高いわけですから大きな売り上げが必要になって、したがってゲームの価格が上がるということも考えられます。スマートフォンゲームの場合は、無料のゲームたくさんあると思うんですけれども、ゲームエンジンが高いわけですから収益性を上げないといけません。その場合は、ゲームの中に出てくる広告がもっと増えるとか、あるいはゲームの中の課金要素がもっと増える。こんな感じでゲームエンジンの値上げというのはユーザーの皆様にも結構影響がある話かなと思います。じゃあ、Unity という会社が悪い会社なのかというと必ずしもそうではなくて、ここ10年ぐらいは Unity がゲーム業界を引っ張ってきたというのは間違いがない事実なんですね。Unity によってゲームを作るというハードルはかなり下がりました。私もですね、Unity Japan の方とはいろいろとお話をさせていただいたり、一緒にインディーゲームクリエイターの支援をしたり、そういったこともやってきましたので、Unity がゲーム業界に残した功績というのは非常に大きいと思っております。ネガティブな話ばかりじゃなくて、今回の Unity の騒動によってゲームエンジン業界はかなり面白くはなったと思います。アンリアルエンジンですとかGodotのように次のゲームエンジンが台頭してくる可能性があります。さらに、新しいゲームエンジン、これで Unity に取って代わろうとするような勢力も出てくるかもしれません。いろんなところにチャンスがあるわけですね。Unity は Unity で現在の地位を守るためにいろいろなことをやるんではないかと思います。そういった意味で、ゲームエンジン界隈というのはチャンスもありますし、ちょっと混沌とするかもしれませんけれども、いろいろな革新が起きて、結果ゲーム開発者にとって良いものになる可能性もあるかなと思っています。はい、以上今回は Unity の料金体制の変更についてのニュース、それにまつわる騒動についてお話ししました。このチャンネルでは今後もこのチャンネルにしかできない海外、日本の情報を含めてお伝えをしてまいりますので、よろしければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。